皆さんこんにちは。そう、今回は日本語でオープニングをします。なぜかといえば、もしかして今見てる人が日本人の方で、英語でオープニングをしちゃったらもしかしてビビっちゃうかもしれない。だけどビビらないでね。今から英語に変わるから。Hey, what's up everyone? It's Wally from KT Japan. And today we're going to talk about studying abroad in the United States. But more specifically, at the University of Vermont, or UVM. This past summer, I was lucky enough to meet two fantastic Japanese students that happened to be studying abroad at UVM. If you have any questions about studying abroad in America, please leave a comment down below. Now, without further ado, let's hear these two Japanese students' perspectives on studying abroad in Vermont. しおりです。で、21歳で関西外国語大学の英語キャリア学部に在籍していて、で今はその留学プログラムでバーモント大学に来てます。勉強してるのは日本だとリベラルアーツ学部グローバルリベラルアーツプログラムっていうのに入ってます。最初来た時のさ、印象はどうだった？寒い1月に着いたんで、あとは自然がいっぱいあるなって、ちょっとアメリカの田舎に来た感じがすごいして、すごい山口とちょっと似てるのかなと思って、空も綺麗だし、なんか緑青っていうすごい印象。毎日こういう田舎のバーモント州に行ってさ、どう？退屈？正直全く退屈じゃなくて、毎日本当にやることがある感じで、日本の学校はそのみんなが学校終わった後に外で遊ぶ感じだけど、この大学バーモントの大学は1年生2年生全員寮に入ってるから、もうなんかずっとみんなこのキャンパス内にいる感じで、初めのオリエンテーションの週とか今のこの時期はとってもイベントたくさんあって、学校側がたくさん主催してくれるから、そこが本当に楽しいです。UVM がすごいフリーでいろんなイベントを開催してくれるから、もうそれに参加してますなんかおばさんみたいになっちゃうよね。なんかそういうクーポンとかさ探してなんかこのチラシをなんかこれいいかもってちょっとフリーって聞くとちょっと走って学校側のいろんな団体がいろんなイベントを毎日主催してくれるので、例えばなんか映画見たりとか、あとコメディーショーとかもこの間行ったし、ファーマーズマーケットも連れて行ってくれたりとか、たくさんイベントがあってとっても楽しめます。田舎でも全然生活費とか結構どう？高い？安い？高いです。一応 KGU からミールプランと住居費はカバーされてるので、スカラシップでそれはいいんですけど、やっぱ日用品とか買うってなるともうあんまり使わないようにしてましたから大学の授業入ってなんか違和感とかなんか辛さとかなんかあった？そこまでないけど、日本のその大学と比べて多分違いは、授業がすごい短い、クラスによって違うんですけど、基本的に短いので50分授業が週3とかあるから、その50分のためにその前の予習が多いなっていうのはすごい感じて、だからリーディングもたくさんあるし、そこがちょっと、授業によっては全然日本語でも馴染みのない言葉とかがあったりするから、そこの、ボキャブラリーとか特にリーディングが、大変かなと感じてます今。そのオリエンテーションがあって、でもうその次の週から授業とかが始まったんでしょ？そうなんですよだからめっちゃ緊張もうドキドキで、なんかもう場所も分かんないから、近くの子に同じクラス受けてるって聞いて一緒に行こうって言ったりして、先生も英語早いから何言ってるかあんま分かんなかったし最初でも、みんなすごいめっちゃはいって手挙げてバンバン行くから、もう圧倒されちゃって、結構なんか最初の1ヶ月とかはなんか寮帰って毎日泣いてましたねそうなんだねなんか悔しいっていうか、そうなんか喋りたいのに喋れない悔しさもあったし、自分はもっとできると思ってたっていう悔しさもあったし、でなんかやっぱ発言とかももちろんできなかったから、なんか何しに来てんだろうみたいな。勉強する時間が長いかも。長い。図書館にずっと毎日行って勉強してます。本当に大学に行ってるっていう感じがする。はい、そうです。
こっちはもう手も挙げずに勝手に喋り出すしで、挙げる子もいるんですけど、で先生も発言してくれた生徒にはもうウェルカムみたいな、どんどん言ってって感じだから、それもすごい素敵だなって思ったし、であとディスカッションの時間とかが多いですね。隣同士で話し合ってとか、一方通行じゃなくてちゃんと先生と生徒の双方向のコミュニケーションが全部あるなっていうのは違います。どっちがいい？しおりとしてはどっちが好き？私はアメリカスタイルの方が好きですね。自分が興味を持って授業に参加できるし、そっちの方が質問とかあったらその場ですぐ聞けるのもいいなって思うし、であとジュースとかみんな置いてるし、なんかエナジードリンクとか、先生ですら飲んでるから、なんか自由でいいなみたいな。そうだね、みんななんかスウェットパンツとかでさ。そうもうほんとパジャマとか。だからアメリカと日本に比べては友達の作りやすさっていうかさ、やっぱりちょっと説明していくの。日本だと日本の大学の印象はサークルとかそういうのに力を入れないとあんまり友達が作れないかなっていう印象があるんですけど、こっちだとその最初のオリエンテーションが、留学生は特に1週間丸々あるので、この大学はそこで多分友達も作れるし、留学生と、留学行く前もこのバーモント大学はなんかチャットを作って、誰かがなんかボランティアで作ってくれて、そこでなんかちょっと話したりとか、あと一人の留学生の子がバーベキューするから誰か来る人いないとか、そういう感じとか結構みんな誘ってくれるし、なんか最初のオリエンテーションの時に私がアジア人だからかだと思うんですけど、車に乗った 4,5 人の男の子が私の隣走っていって、なんかめっちゃいろいろ叫ばれて、であんま良くない言葉を、そうでなんかもうすごいそれがトラウマで、アメリカに来てまだ4日目とかだったんで、でもその日は本当にルームメイトに泣きついて話聞いてもらってみたいな。でそしたらそのルームメイトはすごい優しくて、なんかアメリカでは結構そういうことも少なくないから、防犯グッズ持っときなって言って、催涙スプレーとなんかすごい刺したら痛いやつと、もうめっちゃでかい音が鳴るやつをくれました。私にくれたの？くれたんですよ。なんか最初は貸してくれるのかなって思って、でセメスター終わって返そうとしたら、いやもう持っときなみたいな、あげるよって言ってくれて、なんかそれもめちゃくちゃなんかアメリカっていう話だよね。確かに。でも人生で初めてそういう経験？初めてです。もちろんやっぱり日本にいたらほとんど日本人だから、自分が絶対マジョリティの立場だし、日本にいる外国人とかを見てても、電車とか乗っててもなんか目立つなぐらいに思ってて、でも今は自分がそっちの立場マイノリティの立場で、なんか街歩いたりバスに乗ったりするだけでもなんか不安ですかね、見た目が違うっていうそれだけだけど、やっぱこういう思いをしてたんだなっていうのも分かったし、そうだからなんか日本に帰ったら日本に来てる外国人の方とかにもっと優しくしたいって思いました。すごい私もアメリカ行く前にとってもドキドキして、なんか英語力ももちろんすごいドキドキしたんですけど、なんか日本人だからってなんか言われるかもしれないとか、そういう不安もちょっと心のどこかにあって、だけどそんなこと全然なくて、なんかとりあえず勇気を持って話して自分から声かけてみたりとか、やっぱこう待ってたりしたら誰も話しかけてくれないからその自分からアクションを起こしていくと友達の輪も広がるし、やっぱ日本とは全然違う環境で今勉強できてるし、とってもいいチャンスをもらえたなと自分では思ってます。Yeah. こんだけもう喋れるもんね。You can already speak quite a bit. Yeah, but it's kind of funny because you already have this English ability. But even you have sort of like this, insecurity or maybe like doubt about yourself. And so I think it's important for other people to know it's like, no,
it's okay. Everybody Yeah. has the same worry. Yeah, yeah, And you can never be fully prepared, yeah, but it's okay. Just have to jump and do it. yeah. 最初はちょっと初めの1週間とかすごいママ父とか母にすごい電話してちょっと寂しいかもしれないとか言ったけどそのなんか曖昧のさコメントが面白いね。寂しいかもしれないっていうのはだけどそのオリエンテーションが始まったらもうそんな悲しむ暇もなくいろんなイベントがあったりとか人と関わることで全然ちょっと寂しさとかも紛れるしっていう感じが。友達に関してはさ、大抵なんか今はまあどういう感じの友達がいてどうやって作った？最初はバディプログラムっていうのに参加して、でそれはアメリカの現地の学生と留学生をつなげてくれるプログラムだったんですけど、それで私は韓国人だけどアメリカ生まれアメリカ育ちの女の子を紹介してもらって、でその子の彼氏とも友達になって、でその子が入ってるクラブにお邪魔して、でなんかそこで友達作ったりとかして増やしていったし、あとは日本語のクラスにお邪魔して、で日本語の先生にちょっとランゲージエクスチェンジをしたいから日本語勉強したい子がいたら紹介してくださいっていうのを言って、それで2人紹介してもらって週1で2人とも会ってました。そうあとはルームメイトもすごいいい子で、そのルームメイトの友達にも会わせてくれたり、あとはイースターの時にルームメイトが家族に会いに行くから帰るっていう話をしてたんですよ、イースターで。ああ寂しいなって言ったらじゃあ来るみたいなすごい弾丸でいいのみたいな。でもちょっと飛行機とか取ってないしやっぱいいよって言ったらなんか私の親が取ってあげるからみたいな。でもうその場でそのお母さんに電話してくれて、でなんかしおりも連れて行っていいみたいな。で私の飛行機まで取ってくれて、すごいね。もう明日の朝出発するよってでその子の家にお邪魔して、でもお父さんもお母さんも妹もみんなよく来たねってウェルカムしてくれて、すごい嬉しかったです。そんな話あんまないね。だからそうやってなんかその悪い経験もあるし、なんかそういう結構素敵ななんか映画で出てきそうな話もあるから面白い。そうですね。だから私の留学だけじゃなくてその人生のモットーにしてるのがイエスマンでいることなんですけど、とりあえず何でもイエスって言って飛び込むんですよ。なんかあったら危険じゃなかったり自分の体調が悪くない限り何でも挑戦しようって思ってて、そうだから急な誘いとかももうなんか行くみたいな感じで。これから留学するしないっていう子にアドバイスとかってある？一つは英語が喋れないっていう語学の不安はあると思うんですけど、それは私も最初そうで日常会話ができるぐらいで来たんですけど、流暢に喋れなくても仲良くしてくれる子はいるし、優しい子は自分の元に留まってくれるから、そこはそんな心配しなくていいかな。自分が努力することも大切ですけど、だから私も悔しい思いもしたので毎日シャドーイングをなんか2時間ぐらいはしてました。寮に帰ってシャドーイングが私的には一番伸びました。インスタグラムのリールでこうやって聞いて、最初は聞いた音で言って、その後文字見てもう一回一緒に言って、っていうのをもう永遠にやってて、でそうなんですよ。なんか私最初なんで英語喋れないのかなって思ったらリスニングができてないなっていうのに気づいて、リスニングが一番大事だから、聞けないと喋れないから。でもそんな努力してもすぐに伸びるわけじゃないから、その間も喋れなくて悔しい思いはすると思うけど、でも絶対伸びるし続けてたら。でそれでも優しい子は友達でいてくれるから、日本と同じで自分に合う子はいてくれるし、だからやっぱそこの怖さを
乗り越えて一歩踏み出すのが大事かなって思います。 Okay, cool. ありがとうね、今回。はい、じゃありがとうございます。頑張ってね。ありがとうございます。 The tiny state of Vermont is bordered by New York State, New Hampshire, Massachusetts, and the country of Canada. And the population of Vermont is pretty small, at 650,000 people. And Vermont's biggest city, Burlington, only has a population of 50,000 people, so it's really more like a town. You'd think that a small town of 50,000 would have a small university, but actually the University of Vermont has about 11,000 undergraduate students, and the total campus area covers about 460 acres. To give you some perspective, Tokyo Disneyland is about 116 acres, and California Disneyland is about 500 acres. So UVM campus is pretty big. Okay, that's it. Thanks for watching, everybody. I'm very proud of Shiori, and so thank you very much for agreeing to be interviewed. I'll be making a video about students studying abroad in Japan, so I hope you look forward to that next year. Thanks for tuning in, everybody. I'll catch you next time. Peace.